ずっと不思議だった。どうしてこの山にはこんなにも桜があるのだろう。85です。ここ吉野山には3万本の桜が咲き誇る。およそ1300年、桜が信仰の証として何世代にもわたりこの山に植え継がれてきたのだ。吉野山の桜は4つの標高帯に分かれています。下千本、中千本、上千本、奥千本。高低差はおよそ700メートル。麓から時間をかけて桜が咲きます。例年3月末から4月上旬にかけて見頃を迎えます。やばいな、坂。いや、もう想像の10倍ぐらい坂がやばい。これ普通にあれですね、登山ですね。これ多分足悪い人とか結構きついっていうか、多分登れないんじゃないかな。もうちょっと歩くだけで息が上がっちゃう。で、今回は普通は下千本、下からこう上に登っていくっていうのが通常のルートなんですけど、今回はちょっとあえて上千本から上から下に降りていくっていう、そういうルートで行こうかなって思ってます。昔一回車で来たことはあるんですけど、歩いてきたことはないから、こんなに大変だとは。やばい。うわ、でもめっちゃ綺麗。いやー、でもここは展望台から見える景色も結構綺麗だけど、ちょっと一歩引いた感じでみんながこう展望台から景色を眺めてる感じが、僕はこっちの方が好きですね。桜もちょうどなんかと青空が一緒に入る感じがすごい綺麗で。いいよ。映していいですか？いいですよ。はい。今85です。85ってもう見えないですよね。見えない。肌のツヤが本当に50歳ぐらいですよ、本当に。まだ元気。肌のツヤも。85歳になっても吉野山を訪れ続け、人生で2000日もの月日をこの吉野山の桜とともに過ごした人と出会いました。いやー、でも朝から比べると人増えたな。だいぶ増えましたね。まだ言っても朝9時なんですけど、もう上千本も結構人が、朝の5時とか6時ぐらいだと本当に誰もほとんどいなくて、カメラガチ勢みたいな人しかいなかったんですけど、さすがにいますね、もう。で、ちょうど花櫓展望台から歩いてすぐのところに吉野三熊神社っていうところがあるんで、ちょっと寄ってこうかなって思います。あれだね、なんか内庭っていうのかな、庭の中に桜が咲いてて結構景色が綺麗そうなんで、近いしね、花櫓展望台から。うわぁ、この鳥居と桜がめちゃくちゃ綺麗。吉野三熊神社は水を司る神を祀る古社。三熊とは水を分かち命を育むという意味を持つ。1300年以上前から人々はここで雨の恵みを祈り続けてきた。吉野三熊神社で目を引いたのは太くねじれるような桜の幹だった。
正確な樹齢は分からなくても、この山で長い時間を生きてきたことはその姿から十分に伝わってくる。でも一番賢い回り方はタクシー貸し切りにしてスポット巡る感じですかね。多分どんぐらいすんだろうな。5、6万ぐらいすんのかな。で一旦上千本の名所は回りきったんで、一番行きたかった吉水神社、一目千本って言われる、多分吉野山で一番綺麗な桜が見れるところがあるんで、そこに行こうかなって思います。ちょっとこっから歩いて多分40分ぐらいかな。坂をずっと下んなきゃいけないんですごい大変なんですけど、多分吉水神社が一番本当に綺麗なんで楽しみですね。そこがこういう感じでところどころ公衆トイレがあるからいいっすね。はい。ああ、ちょうどいい。もうまだ。いやもうこの桜が本当にすごい。いやーいいねここ。マジリアルに今までで見た桜って一番綺麗かも。あっちは本当わからない。昼寝してる。びっくりした。なんか地面にモフモフがいたから眠そうだね。違うかな。山を見るっていうのはもでは10分か。吉野山の歴史が幾重にも重なる場所だ。源義経が身を潜め、後醍醐天皇が南朝の拠点とし、後には豊臣秀吉が盛大な花見の本陣を置いた。吉水神社はただの桜の名所ではなく、日本史の舞台にもなった場所だ。確かに綺麗なあれないね、これはね。1590まあ1600。はい。うわすごっ。吉野山の信仰の中心にある寺だ。山で修行を重ねる修験道の拠点として多くの修行者や参拝者を受け入れてきた。本尊は金剛蔵王権現。吉野の桜はこの蔵王権現の祈りとして植えられてきたという。
吉野山の桜は自然が偶然作った景色ではない。祈りとして植えられ守られ、何世代もの人の手によって受け継がれてきた風景だ。この山に咲く一輪一輪には桜を大切に思い続けた人々の時間が重なっている。